今回は世界初のトラック専用のシミュレーター用ステアリング TSW のレビューです。このステアリングはモサのホイールベースだけでなく他社のホイールベースでも使用できるので、モサユーザーでない方も動画を閉じずに最後まで見てくれたら嬉しいです。今回の TSW はトラックシミュレーター専用の世界初のシミュレーター用ステアリングであり、とてもマニアックなステアリングです。この動画はモサレーシングさんからの依頼があり作成していますが、僕は全てのゲーマーたちに押し売りするつもりはなく、トラックシミュレーターやファーミングシミュレーターのようなシミュレーターをよりリアルな環境に近づけたくて、本当に TSW を購入しようか迷ってる人の背中を押すような動画になればいいなと思って動画を作っています。今回の新製品のステアリングの正式名称はトラックステアリングホイールです。頭文字を取って TSW と呼びます。日本での販売価格は46,900円。今までモザレーシングからは ES ステアリング、RSV2 ステアリング、FSR ステアリング、KS ステアリングと数々のステアリングを送っていただき、いろいろステアリングの直径や重さによってSIM で遊ぶときどう感覚が変わるのかを体感させてもらってきました。TSW は直径 400mm の超大型ステアリングです。TSW ステアリングと言いたくなりますが、すでに TSW の S の部分がステアリングなので、これから TSW というようにします。モザレーシング社の全ホイールベースに対応可能な商品です。個人的にはレーシングカーやスポーツカーが好きなので、トラックシミュレーターは手を出してこなかった分野でした。現代人同様、僕はコロナが流行してステイホームが流行るまではいろいろとやることもあり、いつも何かに追われているような人生でした。あと、車の移動が多かった時があるので、家にいる時もドライブするのはちょっと思っていました。そのように気持ちに余裕がなかったので、レースゲームのように何周か走って気が済んだら終わりというのが自分に合ってたのかもしれません。なので、正直に言うと、初めお話を聞いた時、かなりマニアックなステアリングを作ってモザって攻めてるなと思っていました。僕からしたらマニアックな領域の話なので、トラックシミュレーターの何がいいのだろうと思っていました。でも、Steam のレビューを読んでいくと、トラックシミュレーターに多くのファンがいることが分かりました。まず、開封動画です。すでに開封した後に動画を作ってほしいと依頼があったので、ブログ用に撮っていたフル HD 動画を載せています。一度、すべて元に戻して、やらせで最高画質で撮ろうと思ったのですが、意外と綺麗に撮れていたので、そのまま載せます。外箱の段ボールから取り出すと、このような箱が出てきます。結構大きく、縦横それぞれ約 46cm で、厚みが約 15cm です。中国から送ってきてもらった時は、四隅にプロテクターが使われていて、全くこの箱にダメージはありませんでした。開封していくと、何やら黒の他に高青木の派手なステッカーが同封されています。これを使うと、結構激しい色使いになりそうです。もし、反響が大きければステッカーも貼ってブログで公開したいと思いますので、ご希望の方は、ステッカーも貼ってみて、とコメントしてください。取説も入っています。取説のリンクは概要欄に貼っていますので、気になる方は見てみてください。さて、トラックステアリングホイール TSW の本体ですが、第一印象として大きい、そして美しく、綺麗に作られている印象のステアリングです。先ほどのステッカーは、できれば貼りたくなくなるぐらい本体が美しいです。ステッカーのデザインを考えた方が見ていたら、ごめんなさい。TSW は直径が 400mm のステアリングです。外観の特徴を説明するためにモザの資料を読んでいくと、トラックシミュレーター用の世界初のステアリングとのこと。システムは LED のボタンとエンジン回転数用の LED が装備されています。機能は現代的ですが、何か少しクラシカル。少し昔の SF 映画に出てきそうな雰囲気が漂います。中央のスイッチ周りやスポークの部分は、マットでザラザラとした質感です。素材はプラスチックになります。スイッチについては、一番左から押しボタンが3つ、その次に縦に回転するスイッチ。その下がグリグリ動く十字キー、中央部に4つスイッチがあります。それが左右対称についています。各スイッチの模様や文字はしっかり白に印字されており、変更することはできません。図形や文字を変えたい方は、ステッカーを使いましょう。
縦に回転する2つのスイッチは金属製となっており、それ以外のスイッチはプラスチック製です。グリップ部分の素材はマイクロファイバーレザーと表記されていますが、人工的に作られた革のような素材です。僕は革については詳しくないので、本革と言われたらそう思ってしまうような外観と質感です。上下の部分の革の質感は、R5 バンドル付属の ES ステアリングのグリップの質感に近いです。RSV2 ステアリングのグリップ部分に比べると少しだけきめ細かいです。グリップ部分はパンチング加工されていますが、FSR ステアリングのパンチング加工と比べると少しパンチングの深さが浅いように見えます。この革の耐久性がどうかについては断言ができませんが、全体的な見た目の印象は、糸でしっかり編み込まれて、全体的にしっかり作られている印象があります。クイックリリースは、10個の鉄球が、軸に掘られた10個のくぼみを押さえつけるよう設計されています。正しい位置で押し込めば自動的にはまりますし、ワンタッチで取り外すことができ、しっかり頑丈に取り付けられます。シムをやっている上で必要がないような、すごく変な力をかけない限り、ガタは感じないと思います。冒頭で紹介したように、TSW は工夫すれば他社のホイールベースでも使用することができます。裏側に RJ ケーブルを挿すソケットがありますので、モザ社製のユニバーサルハブを使用すれば、ステアリングの LED が光り、ボタンを押すと PC へ信号が入力されるようになります。実際にファナテックの GTDD Pro で使ってみましたので、この動画の後半でその接続方法と設定方法を簡単に紹介します。TSW はすべてのモザのホイールベースに対応しています。モザのホイールベースは多数あります。その中でも V1 や V2 のように複数のバージョンがあるホイールベースもあります。軸中心にある端子による有線接続しか受け付けないホイールベースがあったり、Bluetooth による無線接続しか受け付けないホイールベースもあります。最近発売された新型の R16、R21 のように無線と有線の両方を搭載しているホイールベースもあります。TSW は有線でも無線でも対応しているステアリングなので、ホイールベースを選ぶことはありません。ちなみに、モザさんに質問したところ、モザの設計思想として、R16 や R21 と TSW の組み合わせのような、ホイールベースもステアリングも、有線と無線の両方の機能を持っている場合、それぞれ有線接続が優先され、断線した場合は無線接続に切り替わるとのことです。参考までに、モザの適合表のリンクを概要欄に記載しておきます。まず、注意事項として TSW はとても大きなステアリングなので、通常の GT カーやフォーミュラーカーのレースで使用することは考えない方がいいです。これが直径 400mm の TSW、これが 330mm の RSV2。さらに、300mm の KS ステアリング、280mm の FSR ステアリングはこんな感じです。このように比べると、TSW はかなり大きいステアリングだということがわかると思います。もともと、私はフォーミュラー用のステアリングを使用していたので、RSV2 ですら大きいと感じていました。なので、TSW は本当に大きいです。レースで使えるとしたら、パリ高のトラックとかなら、もしかしたらこれぐらいのステアリングを使っている車種もあるかもしれません。そういう特殊な車種、ゲームになら合うと思います。実車のスポーツカーと呼ばれる純正ステアリングの直径ですが、調べたところ 35cm 程度のものが多いことを考えると、やはり 40cm は結構大きく、トラック専用だと思います。ステアリング系が大きいと、一昔前まではかなりトルクが高いと言われていた R9 や R12 の 9Nm や 12Nm でも、FFB が手に伝わりづらくなり、もっさりと感じるはずです。ちなみにステアリングのラインアップがかなり多いファナテックでも、発売されている最大のステアリングの直径は 35cm です。やっぱり TSW の 400mm はかなり大きく用とは限られますが、とてもレアでマニアックでもあるわけです。モザで普通にレースがしたい方は、まずは KS、BS、CS、RS、GS、FSR ステアリングからスタートしましょう。何度も言いますが、市販車や GT やフォーミュラのレースをしたい方にこの TSW は向きません。モザが気になっていて、通常は GT カーやフォーミュラーカーのレースをして、トラックシミュレーターも遊んでみたい。まずはじめはどのステアリングを購入しようか迷っているような方は、K が小さめなステアリングを買った方がいいでしょう。この中でも、この RSV2 ステアリングや、ここにはない CS ステアリングなら、
ステアリング部分の交換が可能です。Amazon で検索してみると、ステアリングのフレーム直径が 38cm のステアリングなら、いくらか見つかりました。なので、CS ステアリングや RS ステアリングのようにステアリングを交換可能なタイプのものを入手しておき、トラックシミュレーターがやりたくなった場合は、ステアリング部分のみ交換というのもありかもしれません。もちろんフォーミュラが良い方は FSR ステアリングを購入したり、ES ステアリングにフォーミュラのモッドを取り付けたりすることもできます。径が大きいと、変形した際の変形量も大きくなります。事前に連携された資料では、ボタンとフレームは100万回の合成テストをやったとのこと。本当かと思って計算しましたが、1秒に1回テストしたとして100万秒になります。これは約12日なので、できないわけではない回数です。公式 HP にも、ロボットでテストしている写真があり、TSW のボタンをポチポチ押しています。本当に試験をしたみたいです。全体に質感も高く、フレームも 4mm のアルミですので、シミュレーターで普通に遊ぶ分には合成に関して全く問題はありません。もちろん、ガッチガチに合成があって重厚感があってガッチガチに硬いというわけではなくて、上部のアーチの部分なんかは、構造上、体重をかけたら多少は男性の範囲内で歪みます。一方、半分より下については、中央から下部にもアームが伸びているので、かなりがっちりしています。モザからトラックステアリング、興味ありますか？と連絡があったので、送ってもらえるものは送ってもらってレビューしてやる、という精神でやってたわけですが、一緒に金具の箱も送っていただきました。これは、トラック専用のクランプで、ステアリングの角度を広い範囲で調整できます。高さも調整可能です。日本での価格はまだわかりませんが、$49で、このクランプはモザの全ホイールベースで使用可能です。モザは、さらに PC に USB 接続できるレバーのオプションも近々発売予定です。これはモザが、トラックに関するマニアックなエリアについて本気になっていることの表れでもあります。ステアリングの設定はモザのソフトであるピットハウスから行います。まず、LED の色を調整する方法をお伝えします。TSW の各ボタンの LED ライトの色は、このピットハウス内で TSW のボタン上にカーソルを合わせると、カラーパレットが出てきます。左上のレインボーのパレットを選ぶと、好きな色に設定できます。ちなみに、一番初めのタブのスティックモードは、左右に親指用のスティックがあるのでそのモード設定が可能です。スティックモードは D パッドにすると、トラックシミュレーターと相性が良く、左のスティックを使って画面を動かせます。真ん中のタブはエンジン回転数 LED の色や発光速度についての設定が面です。最後のタブは、レース時に出る旗に対応し、LED が発光するモードの設定が面です。ホイールベースの設定を軽く説明しておきます。今回使用しているハンコンはモザの最強かつ最新の新型 R21 です。このモデルの良さは、18ビットのプロセッサーによって FFB を細かく出力できることと、そして本当にパワフルです。なので、出力は 40% に落としています。今回はトラックシミュレーターなので、打角は900度として使っています。それでは、クランプを使う前に、いつものポジションのままユーロトラックシミュレーター2で遊んでみました。待機所から出て、左に曲がり、目的地を目指します。3画面ではありますが、左右確認の際に角度が足りずそのまま曲がるのは不安なため、シム内で視点を移動する必要があります。なので、左手のグリグリスティックを視点移動のボタンとして配置しています。メルセデスのトラックって、ギアの段数が12もあり、ギアは、モザの SGPC ケンシャルシフターを使っています。方向指示器、オートクルーズのオンオフや調整もステアリングの専用ボタンに配置しています。その他、ホーンやライトもステアリング上に専用のボタンがあり、割り当てることができました。この大型のステアリングが、シミュレーターへの没入感を高めてくれます。動画で見る分には違和感がありませんが、私のコクピットはレースカー向けに設計しているため、大きなステアリングが目の前にあり、速度や回転数などの画面内の情報が見にくくなります。これを解決するのが次に紹介するトラック用マウントです。僕は普通免許で大きめのトラックを乗れるような年齢の人間です。昔ほんの少しだけ
結構長いトラックを運転したこともあります。普通のレースシムと違い、ステアリングが寝ています。トラックやバスは、運転席が車の一番前にあり、前輪は運転者の真下か運転者より後方にあります。ハンドルを寝させれば、軸は運転者の足元から床下へ簡単につなげるので、ステアリングが寝ているわけです。さて、クランプを取り付けていきましょう。レースシム向けにコクピットを作成した場合、通常ステアリングの面が真正面に来るわけで、実際のトラックとは角度が少し違います。このクランプを使用すると、このようにステアリングを寝かせられるようになるわけです。この金具は、普通の机で遊ぶ分には、公式に設計され、リーズナブルに気軽にトラックのポジションにできます。マニアをうならす製品だと思います。が、僕のコクピットの場合、もともと ND ロードスターのドライビングポジションをイメージして、最小限の部材でタイトに作っています。なので、R21 を使用するとかなりキツキツです。また、R5 などの小さなホイールベースであっても、金具が下に伸びるのでそれが足に当たってしまいます。いろいろと、クランプの向きや位置、フレームの高さの調整等できることを試しましたが、これが私のコクピットでの妥協点です。これで遊べないことはないですが、コクピットを自作しているような方は、ちょっと部材を足してオリジナルのトラック専用金具を自作するという手もあるかもしれません。何はともあれ、このように選択肢を提供し、遊び方を提案してくれているのはありがたいことです。この金具、皆さんの環境に導入しやすいのなら、選択してみればいいのではないでしょうか。サイドユーロトラックシミュレーターで遊んでみます。タイトなコクピットだったため、無理して座っておりポジションの問題はありますが、視野の問題が解決され、ステアリングの回し方もトラックっぽくできるようになりました。このマウントについては、お使いの環境とマウントの寸法をお確かめの上、ご購入を検討してください。視点移動も慣れてきて、ヨーロッパのストレスフルな左折前の確認もスムーズになってきました。トラックシミュレーターですが、ずっとやっていると本当にその世界にいるかのような感覚になります。お気に入りの音楽やラジオを流しながらいろいろと遊んでみたい、そんなシミュレーターです。言い忘れていましたが、TSW はパドルシフターはついていません。完全オートマにするか、ギアチェンジが必要な場合は、シフターを使用したり、各ボタンにシフトのアップダウンを割り当てるという方法があると思います。今回は最近モザから発売された SGP シーケンシャルシフターを使って変速しています。さて、そろそろファーミングシミュレーターを遊んでみましょう。これも、今まで遊んだことのないタイプのシミュレーターで、大変奥が深いもので、ゲームの細かいことを説明しだすと1日以上話せる人もいるかもしれません。今回はステアリングのレビューなので、シミュレーター内のいろいろな乗り物に乗ってみようと思います。ゲームの細かい内容については、公式ページが日本語で力を入れて作っていますので、そちらもご覧ください。ボタンの設定ですが、トラックと同じく、ステアリングや方向指示器、ホーン、視点の切り替えを設定してみました。農機具ごとに様々な機能があるので、ステアリングにボタンが多いことに越したことがありません。このように3画面だと、結構農場が見渡せます。このように刈り取りもでき、好きなように農機具を操ることができます。トラクターや自動車も街中で運転でき、散策することもできます。ゲームの設定上、どの乗り物も少しステアリングセンターあたりに遊びがあります。また、今街中を爆走していますが、レースシムのようなタイヤのグリップを感じながら街を走り抜けるというようなシムではなく、これはあくまでファーミングシミュレーターなので、レースシムに慣れている方は勝手が違うかもしれません。のどかにゆったりと自分の農場を管理して、トラクターや稲刈り機、フォークリフト、トラックなどたくさんの特殊な乗り物を自分の手で操作できるのがこのシムの面白さだと思います。ファーミングシミュレーターは
上空視点でキーボードのみも遊べます。より没入感を高めたい場合は、大型のステアリングも検討してみてはどうでしょうか。おまけですが、アイレーシングでも遊んでみました。場所は鈴鹿サーキットで、スーパーフォーミュラの SF23 で走ってみました。ペダルも変わったことで、まだ慣れていませんが、走れないことはありません。でも、あまりにもステアリングが大きすぎるので、やはりレースに使おうとは思わない方がいいでしょう。カートみたいなポジションですね。ウインカー、ワイパーのスイッチオプションは5月発売予定です。ワイパー、ライト、クルーズコントロールに関して合計26個の信号を出すことができ、すべてのモザのホイールベースで使用可能とのこと。特に TSW に合わせて作られているとのことです。PC と USB 接続して使用するとのことなので、モザ以外のホイールベースでも使用できるかどうか、まだ手にしていないので、もし手元に来れば検証してみたいと思います。右側はワイパーで、間欠機能までついています。左側はライトとクルーズコントロール。軸が、この真ん中の穴に入ればどのホイールベースでも使えるようになりそうです。ファナテック GT-DD Pro に接続できるか、検証しました。過去に FSR ステアリングで記事にしましたが、モザの一部のステアリングは、ホイールベースに接続しなくてもモザのユニバーサルハブを介して、ステアリングの LED やディスプレイを表示させ、ステアリングボタンの入力信号を PC に出力できます。この TSW もその一つです。これで何ができるかというと、他社のホイールベースで、モザのステアリングの機能が使えるということです。ファナテックで TSW を使う場合、モザ製品はユニバーサルハブとアダプターが必要です。公式サイトではセットで売られています。ファナテックは、ポーディアムハブ、ユニバーサルハブ、CSL ユニバーサルハブのどれかが必要になります。まずはポーディアムハブにモザのアダプターを取り付けます。また、TSW はモザのユニバーサルハブと RJ ケーブルで接続します。そして、そのポーディアムハブを GT-DD Pro に取り付け、TSW を取り付けると完成です。TSW の LED の設定については、モザのソフトのピットハウスで行います。FFB の設定はファナテック側のソフトのファナラブで行います。このように他社のホイールベースでも遊ぶことができます。他社ホイールベースをすでに持っていて、ウインカーやワイパーのキットが気になっている方もいると思います。もし、レバーのオプションを手にすることができたら検証してみたいと思います。さて、まとめの前に、この動画にいいねをいただけると嬉しいです。登録者も増えたら良いなと思っています。人助けだと思ってチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。モザのトラック専用ステアリング TSW まとめです。トラックステアリングホイールである TSW は 400mm の大型のステアリングで、世界初のトラックシミュレーター専用ステアリングです。トラックなどの体型ステアリングの雰囲気を味わいたい方に向けた超マニアックな商品です。トラックシミュレーターをできる限りリアルに遊びたい人にとってはとても気になるであろう商品だと思います。フレームはアルミを用いているので、
SIM 機材としては十分な剛性はあります。しかし大型のホイールなので、さすがに上部のアームがない部分は大きな力をかけると常識の範囲内で多少歪みますが、通常の用途で問題に感じることはないはずです。ユニバーサルハブとアダプターを使用することで、PC に TSW を USB 接続することができます。それによって、ステアリングの LED が光り、ボタンの入力を PC へ出力します。ファナテック等の他社製のホイールベースでも使用可能な設計になっています。気をつけないといけないところを言うと、ステアリングの直径が大きいため、GT カーやフォーミュラーカーでのレースで、FFB を細かく&強く感じるための用途には不適なので注意が必要です。トラック以外の用途を考えている方にとっては、扱いづらいものになりますので、一般的なステアリングを購入した方がいいでしょう。他のレース用のステアリングのように、パドルシフターがついていないので、注意してください。オートマで運転するか、ギアチェンジをしたい方は、TSW のボタンに割り当てたり、シフターを購入する必要があります。トラックマニアのために、角度調整用の金具のトラックマウントが用意され、ウィンカー&ワイパー等がついた、マルチ・ファンクションストークも5月発売予定です。モザは、結構、このマニアックなエリアに力を入れているように感じます。トラックシミュレーターファンや、ファームシミュレーター向けのような様々なボタンがついた大型ステアリングが欲しい方からすると、今回の TSW はドンピシャな商品になるかもしれません。この大型のステアリングがどれだけの需要があるのか私にはまだ想像できていませんが、世界規模で見るとそれなりに需要があったり、モザレーシングのエコシステムの価値向上に貢献するはずです。モザ製品の購入方法について、概要欄内のリンクからモザレーシングの公式サイトにて購入していただけるとその数%の収入が入るようになっていますので、もしご購入の際は、購入先の選択肢に入れていただけると嬉しいです。モザレーシング公式から購入すると、ステアリングに関しては1年のメーカー保証、中国からの発送・故障時は日本の国内拠点からの保証修理となります。ステアリングだけでなく、いろいろなものとセットで購入すると、送料込みでも国内代理店さんの価格より安くなるかもしれません。いいね、チャンネル登録、よろしくお願いします。終わり。